オホーツクに来て2年。パステルカラーの空の色も澄んだ空気も人も優しい場所で田舎暮らしを楽しんでいます。史上初の奇跡ラスト必見。斜里は鮭日本一の町ですが、ホッケ天国でもあるんですよ。知床名所の前でホッケを狙う娘。ホッケは水深100メートル。延べ竿で釣れるわけがありません。電動リール仕掛けではホッケやタラが入れ食い状態の豊かなオホーツク海。お目当てのホッケは釣れませんでしたが、初の奇跡が起こりました。延べ竿で丸々が釣れました。延べ竿で釣れるはずがない魚ですが、オホーツクの海も優しかったです。日本全国で人気のホッケです。本州のスーパーでは干された開きしか売っていません。生きてるホッケ、見たことありますか？知床では安く買える島沿い、脂が乗ってお味はマダイの上位互換です。九州の革新的技術と北海道の美味しい魚が交わる記念日、究極の血抜き。お魚天国北海道に血抜き熟成文化がないのはもったいない。究極の血抜きを直伝で学ばせていただき、北海道係になりましたが、魚が大量に釣れる北海道はのじめ文化が主流でした。生きた魚が手に入らない、予想していなかった問題に直面してどえりゃ困った。オホーツク海を走って最強の相棒に乗って粘りましたが、延べ竿では釣れませんでした。リールと投げ竿を持っていないことが致命的です。釣れても小さなガヤでは血抜きできません。日本中で親しまれるホッケ、延べ竿の一本釣りで血抜き熟成処理をして焼けば油が滴りお刺身でも食べれる生ホッケを全国に届けたい。しかし知床でホッケが釣れる深さは水深50メートルから100メートル。深さ7メートルまでしか探れない延べ竿でホッケが釣れるわけなかったのです。オホーツクは冬になると流氷で覆われてしまいます。冬到来、知床の漁師さんは流氷が押し寄せる前に漁船を陸に上げられます。船が浮いていない漁港、漁期が終わった船、ホッケを釣らせてくれようとオホーツクの船長が船を出してくださいました。人の優しさに触れて幸せな私、オホーツクが好きな理由です。人生初の知床沖。知床の海を知り尽くした船長の秘策。ホッケが大爆釣するような日であれば釣り上げられた魚と一緒に餌を追って水深15メートルくらいまでなら上がってくることがある。延べ竿で探れる深さは7メートルだから厳しいことに変わりないけど、冬になると荒れた日が続くオホーツク海が泣いていた奇跡。ホッケが大爆釣する日、狂気乱舞するホッケが餌を追って10メートルを突破してくれれば奇跡が起こるかもしれない。結果はホッケタラソイ大爆釣。オホーツク海に沈めた水中カメラ映像。両型のホッケが7連発。泣いだ海に続き2つ目の奇跡、大爆釣の日でした。どれほどの両型かというと、パール金属37センチのまな板より大きくて10センチ近いイワシを丸飲みにしていました。30センチのペール間で曲がる大型ホッケを生きたまま捕獲3時間で20リットルのペール間3杯の大爆釣でした。船長はホッケの群れの上に船を止めるため操船しています。船長のお父さんが
ホッケを大爆釣して頑張ってくれています。操船しながら船長も参加。ホッケの群れを浮かせようと親子で頑張ってくださいますが、水深7メートルまでしか届かない延べ竿では厳しくて、3時間粘り続けましたが、1尾も釣ることはできませんでした。延べ竿釣りは厳しいですが、諦めないことが私の釣りです。延べ竿で糸を釣るまで2週間かかり、鮭を釣るまで2ヶ月かかりました。諦めたくはないですが、ここで終了時間。最後のポイントで魚が釣れ始めました。ホッケ以外にも両型のソイが釣れ始めました。ここから奇跡の瞬間までノーカット編集です。釣らせてやりたいという船長の気持ちが伝わってきます。船長とお父さん、7メートルの延べ竿仕掛けに届くまで魚群を浮かせようと頑張ってくださっています。リールがついていない7メートルの延べ竿は仕掛けの長さは竿と同じ7メートルになります。ホッケの群れは水深50メートル、大爆釣の日。餌の取り合いになったり、釣り上げられた魚についてきて、水深15メートル付近まで上がってくることがあるそうです。7メートルの仕掛けでは届きませんが、奇跡的にないだ冬のオホーツク海、ホッケ大爆釣の日。2つの奇跡が起こっているのだから信じるのみです。船長が小さなホッケを釣りました。実はこの時、小さな魚を食べる大型の肉食魚が船のすぐ近くにいたのです。釣り針に何かが触れる感触。反応がなくなりました。船長親子は小ホッケを連発させて海に返していると、延べ竿の穂先が海に引き込まれます。これまで延べ竿で釣った最大のアメマスより強い力。延べ竿と同じ長さの仕掛けの先。船長は正体が分かり驚いています。私もウツボのようなものが見えていました。ホッケでないことは確実ですが、船長の反応から想定外の異物がかかっているようです。50メートル下のホッケが釣れないのに、500メートル下の〇〇〇〇〇〇が釣れるなんて。なんと延べ竿でスケソウダラの一本釣り。長い長い釣りの歴史で初めての出来事です。スケソウダラはみんな大好き、たらこ明太子のお母さんです。スケソウダラの卵巣、マダラの卵巣。スケソウダラはたらこ明太子だけではなく、ベーリング海産はフィレオフィッシュになります。延べ竿でスケソウダラを釣った初めての人間。
東北より南にお住まいの方に究極の血抜きホッケを届ける第一歩。この後20日に及ぶロケは雨の予報でしたが、すべて晴れに変わりました。知床連山羅臼岳のふもとにある港へ帰ります。北海道の中でも海水温が低いリジリレブン知床のホッケは特に美味しいとされています。